はい、皆様お待たせいたしました。それでは第4回、酒ワールドカップオンライン始めさせていただきます。今日はいつもと違う時間で始めさせて、開始することになるんですけども、またご視聴いただきましてありがとうございます。冒頭にお別れを言うのもなんなんですけども、今回シリーズの一応最終回でございます。今回からご覧の皆様、はじめまして、この酒ワールドカップ、企画を運営をしております上野山浩二と申します。よろしくお願いします。今日はですね、皆さんをスペイン初の清酒蔵、セダリキダさん、創業者のアントニオ・カンピンさんと中継をつないで、いろいろお話を伺いながら、ヨーロッパのこと、スペインのこと、酒文化のことをお伺いしたいと思っております。私ちなみにですね、人生で初めて行った外国がスペインでして、当時19歳で、当時流行ってたカラオケボックスで、アルバイトして貯めたお金を握りしめてですね、できたばっかりの関西空港から初めて行ったのがスペインだったという、懐かしい思い出もあるところなんですけど、当時ユーロとかもまだなくてですね、ペセタの時代で、飛行機の中にはまだ喫煙席があったような時代でございました。そんな私の話はちょっとどうでもいいんですけども、今日はメインの部分は、現地との中継で日本語と英語と交えながら、行っていくことになりますんで、ちょっと海外の視聴者の方も今日はいらっしゃったり、途中で入ってきてくださったり、後で、ビデオ見てくださったりするっていうのもありますね。ちょっとご挨拶だけさせていただきます。Okay, just a short message for people who are expecting to watch the main interview part, which is going to be in English and Japanese. Hello from Osaka. Thank you for joining us. I'm Koji Uenoyama, the main host of this event. The interview session with Antonio Campins, the Spanish sake pioneer, is going to be in about 10 minutes. So we are afraid, but we need to still do the opening part as well as the wrap-up session in the end in Japanese, which I hope you don't get bored. But thank you again, and please stay connected, maybe with a cup of sake. というわけで、いよいよこの、世界の酒蔵、オンラインツアーも最終回なんですけども、新しくご参加されている方、またYouTube にも上げてったりしますので、そちらもご確認いただいて、また今後もこのイベントサポートしていただけたらなと思っております。今日は最終回スペインということで、情熱の国なんていう最近あんま言わないですかね、そういう言い方。ただ楽しく明るくお送りしたいと思ってますので、よろしくお願いします。ここでちょっと現地とつながっているかの確認も兼ねましてですね、今、スペインのカタルーニャ地方、ピレネーの山ふもとにいらっしゃるアントニオさん、一度呼んでみたいと思います。Hola, Tuixent de España. ¿Estás listo, Antonio san? Hi, very glad to be here. Thank you for inviting me. I'm very excited for this. Great, great. Thank you. So we'll be with you in about 10 minutes. Okay. Thank you. Thank you. ではですね、ちょっと初めにご案内をいくつかさせていただきます。ちょっと、資料を共有しながらご案内しますね。はい。音声皆さんミュートさせていただいております。でビデオは必須ではないんですけども、おっとごめんなさい。ビデオは必須ではないんですけども、もしよければ顔見ながらっていうのもいいかなと思いますので、よろしくお願いします。Okay, you'll be muted and the camera on and off. It's just up to you, but I think it's great to see everyone's in a face. So yeah, if it's possible, please turn it on. 2つ目がスピーカービュー、画面の設定なんですけども、スピーカービューっていうのに設定していただくと、話してる、私たちが大きく画面に映りますので、その設定をしておいてもらえたらと思います。PC の方は右上にスピーカービュー、ギャラリービューっていうのがあります。で、スマホの方はスライドで、切り替えていただくことができます。Speaker view is recommended so that speaker will be up on your screen, a little bit in a bigger screen. 3つ目が質問チャットにお願いします。会の後半で、時間の許す限り、回答させていただきますので、もしよろしければチャットにメッセージお願いします。Facebook の方も後でできる限りのチェックしますんで、質問あればそちらにお願いします。あといいねとかパチパチパチとかそういうのももしあればやる気にもつながったりしますんでお願いします。Okay, if you have any questions, you can use this chat function. And at the end of the session, we will have a Q&A, and we have limited time, so we cannot guarantee that we can answer to all the questions. But yeah, if you have any questions, just please leave
your message. で、SNS、できれば、酒ワールドカップ、Facebook、Instagram、いいねしておいてもらえたらなと思います。Just please like our SNS channels, Facebook, Instagram, etc. ではですね。で、次に今日の時間割ご説明簡単にしておきます。4時から、初めの10分15分で今のこの開会の部分をさせていただいております。で、現地の紹介の動画を少しまた用意しております。で、私と一緒に、このイベントを運営している松崎春夫氏から、世界の酒ということで、今日はヨーロッパの酒事情について少しお話をいただきます。で、メインの部分ですね、4時15分、10分15分あたりから、4、50分で、現地とつないで、酒蔵見学、あとアントニオさんのこれまでの人生などなどですね、いろいろお話いただきます。で、最後に Q&A で、次回のご案内、ごめんなさい、これ間違えてますね。次回のご案内ないです、とりあえず。今日は5時過ぎぐらいに終わる予定で、ポンポンポンと進めていきたいと思っております。で、何回も見ていただいている方、繰り返しになっちゃうかもしれないんですけども、酒ワールドカップ、このイベントのご説明を少し簡単にさせていただきます。時間の関係ですごい早口で進めていてすいません。あと終始関西弁でいきますんで、アンチ関西の方もしいらっしゃれば、1時間、ご辛抱いただければと思います。この酒ワールドカップなんですけども、2018年から行っておりまして、本来は海外で醸造される清酒、酒を日本の皆さんに紹介するテイスティングイベントでございます。で、海外では今、日本酒を新しいもの、かっこよくて美味しいもの、で、また高級なものとして捉えている国、地域、たくさん出てきております。そうした日本酒にとっての追い風の部分、プラスのイメージを日本の皆さんに知っていただきたいという思い、あと、海外で酒造りされている方、国内で酒文化学んでいらっしゃる方、そういった外国人蔵人の方々に感謝したいという気持ちも込められて、始めたイベントでございます。結果的にですね、国内の需要喚起につなげていくことができれば最高だなと思いながら、運営しております。去年はコロナで中止しておりますけども、一昨年東京と京都で延べ300人ほど、来ていただいたり、あと小さなイベントもこれまでにも行っております。今後もコロナの状況を見ながらですけども、小規模、大規模、オンラインのものも含めてですね、また企画していきたいなと思ってますので、またリアルの方にも足を運んでいただければと思います。またリアルでお会いすることあれば、ぜひ一緒に世界の酒を飲みましょう。すみません。一旦これで共有を終了させていただきますね。ではですね、今メニューのところで少し触れましたけども、このイベントを私と行ってます日本酒輸出協会会長の酒ジャーナリストとしても活躍されております松崎春夫氏から今のヨーロッパの日本酒事情についてお話をいただきます。はい、皆さんこんにちは。よろしいですか。ですね、アメリカ、すみません、第1回目カナダですね。カナダ、ニュージーランド、そして、前回アメリカ、そして今回初めてヨーロッパの酒蔵を取り上げます。世界中には60カ所ぐらい大体こういうクラフト酒ブリュワリーがあるというふうに、年々非常に増えてるんですけども、実は私今一番注目したのはこのヨーロッパでしてですね、ヨーロッパに実際輸出されている日本酒、日本からのお酒っていうのは、輸出量全体の 6% ぐらいしかない、まだ非常にヨーロッパのマーケットっていうのは酒のマーケットとして非常に小さいんですね。それからやっぱり距離が遠いということとか、あとはやっぱりそのワイン文化の本場ですし、当然ビールも本場ですんでね、なかなかその現地産のアルコール飲料となんですかね、戦っても勝ち目がないっていうようなところが、なきにしもあらずなんですけれども、それともう一つ問題がありまして、結構その酒っていう言葉はヨーロッパでも知られてるんですけども、日本人以外がやってる日本食レストランなどではですね、中国産のパイチューですね、コーリャンとか麦で作る蒸留酒をですね、酒と称して提供したりしているところが結構まだ多くてですね、非常にそういう点でも誤解されている、これが非常にそのマーケットを阻んでいるというところがあります。ですので、そういうちょっとハンディのあるところにですね、これからどうやって日本酒を広めていくかというのが非常に大きなテーマになっているんですが、そこにですね、実際にその現地生産の酒が出てきているっていうところは非常に私たちにとっても心強いことなんですよね。要するにその米で作れるその蒸留酒じゃなくて醸造酒なんだっていうことですね。日本酒、清酒っていうのは透明なんで、よく
蒸留酒と間違えられるケースというのがどうしてもありますので、米から作るその米の味だけじゃなくて、いろんな豊かな味や香りをまとった、お酒ができてくるっていうことをですね、そのヨーロッパの現地醸造が、広めることによって、酒のマーケットがヨーロッパの域内でも拡大していくということを非常に私は、期待しております。今実はですね、ヨーロッパに約10件ぐらいの製酒醸造所ができました。一番多いのは今フランスでですね、3件できた、あと2件できるというふうに言われています。その次がイギリスとスペインでそれぞれ2件ずつあります。それから去年スイスにも1件新しい山酒っていう酒ができたということでですね、まだこのわずか10年ほどの間に、パタパタっと新しく酒ができてきましてですね、またこれからたくさんできてくるっていうところが、非常に楽しみだというふうに思っております。特にスペインはですね、日本と同じ、米も食べますし、イカやタコも食べる食文化も非常に近いところですし、それからタパスって言われる小皿料理ですよね。ちょうど私たちが居酒屋でおつまみを注文するような、割と似たようなやっぱり飲食文化のある国ということもありますし、それから今世界中でやっぱりスペイン料理っていうのは、日本にもスペインバーがたくさんできてきてますけれども、注目の料理ですし、調理法も割とシンプルで、塩でかけたりオリーブオイルで使って焼くだけだったりという中で、素材の味も結構大事にしながら、料理していくっていうところもまた日本料理に似てるような部分がありますので、スペインから酒文化っていうのは新しく発信していくことによって、また日本とは違ったですね、新しい酒の、インターナショナルな酒のあり方みたいなものが、私はスペインから広がっていくんではないかと思って、非常に注目しております。そういう中で、約6年前ですかね、新しく、スペインのピレネの山中で醸造を始められた、今日はアントニオさんの興味深いお話を伺って、蔵も見学させていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ワインがね、当たり前っていう文化なんで、そこで新しい酒っていうのがどんだけ今から盛り上がっていくかっていうところが注目ですよね。ではですね、ここで現地の様子に少し気分を浸っていただくために、スペインのビデオを少し用意しているので、3分ほどになるんですけども、そちらを見ていただいて、で、アントニオさんとのインタビューのセッションを始めさせていただきたいと思います。酒ワールドカップオンラインもいよいよヨーロッパに行きます。で、今日は皆さんにスペイン、カタルーニャ、ピレネー山脈のふもと、トゥイシェンにお連れいたします。スペイン、今までのこの4回で一番遠いです。約1万600キロということで、飛行機でも14時間ぐらい今かかるんですかね。で、スペインといえば観光地としてもすごく有名なんですけども、フランスが国際観光ランキングで毎年1位、スペインが2位っていうのがずっと続いているっていう状況だそうです。全土に魅力が満載っていうのがその理由でしょうね。世界中の人が行きたいと思うところ、それがスペインだと思います。で地図見てみると、アフリカすぐそこっていう、スペイン自体ももともと800年ぐらいイスラム王朝が、支配してたっていう歴史があるように、イベリア半島の歴史って結構地理的にも歴史的にも他のヨーロッパと随分違う特徴があります。言語見てみても、公用語がスペインの中だけで4つもあったりとか、バルセロナ含むカタルーニャで話されているのが、カタランというやつなんですけど、話すために言語ってあるんですけど、カタランなんていうことを言ったりしてっていうところも、あります。はい。でですね、日本でもスペインバルが当たり前になってきているような食の文化、イメージ強いと思います。果物、オレンジ、ハム、ワイン、シーフード。私大好きなんですけど、このパエリア。魚とお酒、魚とお米多く食べますし、地方ごとに特色たくさんバラバラでいろいろ持ってるっていうのは、日本と意外と共通点も見つけられるんじゃないかなと思っております。マドリッドに次ぐスペイン第2の都市バルセロナ、があるのがカタルーニャですね。で芸術の街としても知られております。もう街全体が本当美術館のようで、サグラダ・ファミリアに代表されるようなガウディの建築、独創的なものっていうのが目を引いたりします。あとピカソが育った街っていうことでも知られてまして、本当にもう街中美術館なんですけど、あともサッカーの、久保君も所属してたバルセロナとかも有名ですよね。そういったところでも日本人にも馴染みがあるかなと
思います。で、そんなバルセロナから車で2、3時間北に行ったところに、フランスとの国境方面、ピレネーのふもと、トゥイシェンという、人口はもうほんと100人ほどぐらいの小さな村だそうです。で、ここはスペイン初のクラフト酒、セダリキダを作るアントニオさんのホームグラウンドです。親日家として日本とスペインの橋渡しをずっとされてきて、アントニオさんなんですけども、スペインで日本酒の理解がなかなか進まないことを残念に思って、ご自身が、スペイン語初日本酒の専門書を発表されます。で、2015年からご自身の酒を醸造されているということです。水質抜群、ピレネーの水で仕込むアントニオさんの酒は、日本語でも名前ついてまして、絹の雫っていうふうに、名前がついてるんですけども、そんな名前にぴったりの味わいです。で、ワイン文化の代名詞の一つ、スペインで日本酒の普及って本当に大変だと思うんですけども、現地文化に合わせたアイデアとかですね、商品どんどん今考えてらっしゃって、で、その価値、新しい価値をヨーロッパ、スペインにどんどん今広めていってらっしゃいます。本当に素晴らしいと思います。ということでですね、ちょっと待ってくださいね。ここで現地のアントニオさんにいよいよつなぎたいと思います。アントニオさん、hello again. Are you there? Yes, I'm here with pleasure. Thank you. Great. It looks great, the weather today. It's wonderful. Yes, it's a very sunny and a clear day. Yeah, and here in Tuixent is wonderful. So it's not hot. Is it really summer already, like in June in Tuixent? How is the weather? No, here it's a little not cold, but it's not very hot. Now we are about 18, 19 degrees, なるほど。 which is very pleasant. なるほど。現地、今、もう夏になるところだと思うんですけど、まだ、ね、朝やっていうこともありますけど、気温18度、19度ぐらいですごく過ごしやすい、もう快晴、めちゃめちゃいいとこですよね。もう羨ましいです。日本ね、だんだんこう蒸し暑くなってきてますんで。OK、アントニオさん。So you're outside. Yes, I am outside of the Cura, which is behind me. And well, I should like to show it in order that you can see what I am doing. Yes. これ今外に出ていただいてるんですけども、もうこの、後ろが、お酒作ってらっしゃるところで、このもう周り本当にもう歩いてすぐに回れるような規模のところだそうです。But before that, could you take us to the water resource place? Yes. Yeah. The water I'm using is very near here. Is in a fountain just there. これ水を、お酒作りに使われている水がこのすぐ近くでもう湧いてるのを取ってらっしゃるそうなんですけど、ちょっと今見せてもらいたいと思いますんで、お願いします。Okay, sorry, Antonio san, to interrupt. Yeah, can you go there and show us? Yes, of course. Now, you are very welcome to Seda Liquida. This is the entrance of the Cura, and there is this is the rice I have, Japanese rice I have here in Spain, is gohyaku mangoku, and I'm using in the present time I'm using this rice to make my sake. This is and also written by a lady, a Japanese lady, who knows very well how to do it. Now I will open and you will see. Okay, thank you. 今ちょっと入り口のところ見せていただいたんですけど、ちょっと水はちょっと後で連れてってもらおうかなと思います。500万石のお酒、酒米使ってらっしゃって、ロゴとかもね、日本人の方にお願いして、書いていただいたそうです。Okay, before you show everything around, we'd like to know first who you are and why you started this sake making, like overall your background information. Can we start with that? Of course. 先にじゃあアントニオさんのちょっとバックグラウンドを、お話しいただきたいなと思います。Yes, please go ahead.
Well, my name, as you told, is Antonio Campins. I was born in Barcelona 72 years ago. And 10 years ago, I wrote a book about sake, which is the only one which is written in Spanish. The name of this book is Sake, the Kinu no Shizuku, the liquid silk. And then this was a very great success. And since that moment, I decided finally to open this kura just to promote sake in the European gastronomic community. And that's the story. Okay, thank you. アントニオさんなんですけども、今72歳だそうです。で、10年ほど前に、でバルセロナ出身で、このカタルーニャがホームグラウンドですね。で、10年前に、酒の専門書を書かれたって、私の紹介のところでも少し、出てきましたけども、その本の名前が絹の雫っていう名前で出されたそうです。で、その本がですね、結構なその成功を収めたということで、それやったらちょっと作ってみようかっていうところの、話に発展して、で、今そのヨーロッパのそういう食文化のところに、お酒をどんどんお酒の、アイデアだったりとかお酒そのものだったりお酒の教育だったりっていうところをヨーロッパで、展開されているというところでございます。Okay, thank you. And this is the book I wrote the book. 10 years ago. Can we buy it in Japan too? I don't know. This was extinguished in a couple of years. Now there is a re-edition of the republishing of this book again. Oh, nice. Because this one is extinguished. Okay, but that means it's still selling and catching attention from the people in Europe. Yeah. Good. 今再販っていうんですかね、またすり直しをされたりとかして、どんどんまたそのヨーロッパで読まれる方が増えていってるそうです。すごいですね。スペイン語で書かれた初めてのその日本酒に関しての専門書だそうです。Okay, but how did you first get connected in like restaurant industry, wine industry? Like, is that somehow related to your background? Like before sake? Yes, before brewing sake, my job was to design and manufacture and selling very special cooking and devices and tableware quite successfully. Then, thanks to this, I got a lot of very good relationship with the main restaurants of Spain and Europe and also in the world. And thanks to this, now my sake is being introduced quite successfully. なるほど、Thank you. もともと、その調理に使う何かその詳しくちょっと僕知らないんですけど道具みたいなものを製品の、開発と製造と販売をされてたっていうのがもともと始まりで、そこでそのレストランとかそういう食に関しての、企業だったりそういう分野の人だったりっていうところとつながり始めてでその酒につながって今のまだビジネスにそれがまた生きてるっていうようなことだと、認識いたしました。すごいですね。そういうところからまた酒店でさらにどんどん今広がっていくっていう段階だそうです。So, so you wrote the book and that was the like first idea that you started to think about sake, or how about sake? Like what was the first encounter with sake? Well, my first encounter was much years before writing the book, because I love Japanese culture and Japanese gastronomy and of course sake. But at that time I didn't know. But one day I was lucky to find a bottle of sake in Germany. I tried this sake and I was astonished. I was in shock because for me it was the discovery of one of the best beverages I have never known. And since that moment is when I decided to write a book and to work for the sake as much as I can. Thank you. But
originally, but you were already interested in Japanese culture. Like, what was the very, very first connection with the Japanese culture? Like, you're not from the Pokemon, generation, like say, Dragon Ball generation. You're not in that generation, I guess. So. Since I was very young, maybe when I was a child, I had a pen pal in Japan, a lady in Japan, a girl in that moment. And because I always have loved Japanese culture, not only sake, I'm meaning bonsai, I'm meaning kimono, I'm meaning ikebana, I'm meaning origami, everything. I love meanings of Japan. And and finally the sake. Thank you. Let me just translate this a little bit. もともとその酒文化、今ちょっと最後に聞いたのがその部分だったんですけど、もう若い頃に日本人と文通をされていて、でそれがきっかけで日本文化に興味を持ち始めて、でその後徐々にその日本文化のことが盆栽だったり着物だったり、いろんなこと興味が湧いてきたということなんですけど、初めてお酒飲んだのはドイツっていう話が出てきまして、でドイツで初めて飲んだその酒の味に衝撃を受けて、でそこから少しずつお酒のことを考え出して、で本に至って、で酒造りに至ったっていうような、日本文化とのその接点というか歴史が、終わりだそうです。Okay, then would you show us around your inside your brewery a little bit? Okay, with you are very welcome here, of course. Also, it's virtually. And I will start showing you something. As you can see, I'm using stainless steel devices for everything, because our sanitary authorities need that everything is like in Japan, very, very clean, sterilized, and perfect. And this is what I'm doing to start. 日本の蔵と同じように清潔、そういうとこ清潔さですよね。そういうところをこうキープするためにいろんなことを気遣いしながらお酒作りをされてるっていうことです。But you're not in the sake making season, right? No. Yes, it's too early. Yeah. I will start in October, November, when the weather outside is very, very cold. Then is I start to make sake with the first snow. First what? First, what did you say? First November. When it's snowing a little bit, then I start to make sake. 雪が降り出す11月頃に、お酒作りを始められるそうで、今はちょっと酒シーズンではないということなんですけども、今日はどういうふうなものを使われているのかというところを見せていただきます。Thank you. 松崎さん、ちょっと何か聞いて。そうですね。はい。じゃあ、蔵を見せていただいてから、じゃあ、いろいろちょっと聞いてみましょうか。はい。So, Antonioさん、please, let's bring us to your kura, inside your kura. Yes, I will explain you something in detail. Yes. Up to now, I had used Japanese sake rice imported from Japan. The variety was Yamada Nishiki, and the polish was 50%. But fortunately, thanks to this rice I show you, that this Gohyaku Mangoku, last year in 2020, I could get Japanese rice, and I polish it to about 65% or 60, from 60 to 65%. And with this, I made my last sake. Then with this rice, the first thing I'm doing is to use this here, which is a scale, and I weigh the rice, the water, the koji, and everything very, very carefully when I'm doing this. Then this rice is here. Okay. Is washed in this tank, washed and soaked here, and this is the start of everything. With this rice,
I'm making koji, moto, and moromi. Oh, so you use that little tank for everything to make koji? No, make sugar. only for washing, for washing and soaking. Oh, and not then for okay. Let me just make sure of this. You said 60 to 64% polishing. Did you do that in Spain, the polishing process? Yes, it was very difficult at the beginning, but finally I found a milling machine, very old, is very, very old, made of stone and wood. And with this machine, which is working slowly, I can have very good polishing. Okay, let's stop it. The other machines not good. Okay. 松崎さんどうしましょそうですね。なんか米は今、日本から山田錦を 50% 精米したのを入れてるって話でしたけど、500万石ですかね。その前に山田錦もなんか日本から入れてるって話で、500万石も入れてるんですけど、そちらはなんかスペインでその古い精米機見つけて、ゆっくりなんだけど、割とよく磨けるのを探し当てたっていう話でしたよね、今。去年から、はい、去年のやつから、その石と木でできた、ミリングマシン、その精米機みたいなものをめちゃめちゃ古い昔のものを使い始めて、でそれで、精米に成功したっていうのが去年の新しい、実験の発表で。結構カタルーニャのこの辺の海岸部っていうのは割と米の産地なんですよね。で、精米産業も割と昔から盛んなところなので、多分だからそういったインダストリーのどこかからじゃないかと私は思うんですけど。今それで見せてもらってた桶で、お米まず洗って、で、浸積してっていうところをやるっていうところでしたね。はい、じゃあ次行ってみましょうか。OK。Please, yeah, go ahead. Okay. Then with this rice that I have washed and soaked, following all the learnings I got in Japan, the percentage of water is inside the rice, and so in order to get perfect rice. And with the rice, then I steam it. Now I will go upstairs and you will see where I am steaming the rice. Okay? Good. 親戚の時間とかも気をつけながら日本と同じような条件で進めて、で、お米蒸すっていうね作業ももちろんされるんですけど、そのどうやって蒸してるのかっていうのを今見せていただきます。Now, これ止まってます。 my steamer is here, the fire and the steamer, and I steam the rice in this device. I can steam 150 kilos of rice every time as maximum. 100 kilograms? 150. 150. 150キロずつ、その蒸すことができるそうです。So you're now upstairs. Upstairs. Look. Yeah. Can you show us a little bit? So this building itself used to be a little church. Is that true? Yes. It was a chapel. Out of the village in the Middle Age. This means this was built probably 500 years ago. なんかその建物が中世の時に建てられたチャペル、教会の小さいやつですかね。で、を今使われてるということで、その辺もすごい歴史のある土地ならではの面白いところですよね。OK。Then with the rice that I have soaked and during the exact time I need, then the next morning I steam it, and with this steamed rice, the first thing I make is koji. At the beginning, I didn't make my own koji because here is very small kura, and we have not a koji muro. But actually,
I have designed and made this device, which, as you can see, is like a baby. Yes. And I put my hands here, and I make the koji. This is a mini kojimuro. なんかあれですよね。Now I have my own koji, and I'm happy for this. そう、Yes. 麹を作る施設っていうのがね、持ってらっしゃらなくて、初めどうしようかなっていうところやったみたいなんですけども、赤ちゃん入れる、新生児入れとくあれですよね、そのケースみたいなのを、うまくその麹色として、利用されているっていうことだそうです。何でもアイデアというか、もうないものから生んでいくっていうのが、このシリーズ、いろんなところで見れて、すごいなと思います。アントニオさん、Can we see your steam machine or sorry, steamer? Yes, I use 2 casseroles, one with water and another one with cloth inside, and then the steam is going up, and I steam 150 kilos per batch. One batch, yeah. And this is goes very well. And then, of course, I spread the rice, and I take the temperature in order to use the rice. I'm working with the temperature of the rice, not with the temperature of the water. Then in order to have the exact target temperature, I need to make shubo or to make moromi, depending on the day and the sandan shikomi, etc., etc. You know it better than me. いや、アントニオさんは非常にやっぱり食器のなんかデザインとか開発を手掛けている方なので、結構自身でいろいろその醸造機械というかそういう器具ですよね、道具をご自分でその割とコインにしてるメーカーと一緒に開発したり作ったりして、結構そういう自前の設備、今さっきの麹のなんですかインキュベーターみたいな機械もそうだと思うんですけれども、機械というかそのなんですかね、設備ですよね。で結構そのやっぱり海外行くと、今まで出てこられた蔵元さんもそうなんですけど、米を蒸すっていうのも結構大事なポイントなんですけど、それに見合うようなやっぱり機材がないんで、そういうのをやっぱりご自身で開発してるんですよね。今、スティーマーを見せてほしいっていうの、スティーマー今そこに設置されてないっていうことなんですかね。まだ酒造り入ってないですからね、缶作りですから。そういうことかもしれないです、皆様。はい、ご承知ください。さっき1階にいろいろなんか機材が置いてあったんで、その中にあったのかもしれないですけどね。そうですね。あとなんか製造のところで松崎さん聞かれます？ 2階は麹だけなんですかね。ちょっとその辺の今。So upstairs, what works do you usually do? Like koji making, and when there is a tank, is it gonna be upstairs? Yeah, and no, then there is this other tank here. Yeah, but other tank. This, oh yeah, that one. This is a small tank. It is for the shubo. Shubo tank. Here, I'm making the motor, the shubo. This is 150 liters tank, and here I make the shubo with the koji I made previously, and what's the name? I use yeast 901 mainly. This is the yeast I'm using is a Japanese yeast 901, dry, not liquid in ampoules. I buy it in powder, and then with this I make my shubo. And then when I have first the koji, then the shubo, and when shubo is in good condition, I'm meaning alcohol, acidity, temperature, etc., etc.,
then I decide to start the Sandan Shikomi. OK。酵母は901号のドライですから、日本から乾燥酵母を買って作られてるんですよね。So you buy yeast from Japanese some association? Yes, I have the yeast I'm using. At the beginning was supplied by one of my best friends in a Kura in Japan, and they sent me. But now I'm buying it to the official association of yeast in Japan. Okay. But as I'm using very short quantities, I have yeast for many years. No problem. I can vacuum packed and then in a container, in a freezer, maybe 20 or 25 degrees minus, and I have no problem. Okay. なんか酵母もちゃんと醸造協会からだと思いますけど、購入して、冷凍庫で保管して、今でも5年ぐらいずっとそういう形でやってきて問題ないということですよね。So how many days do it take to make shubo? Yes, generally from 10 to 14 days. Almost same as yes, not less than 10 and not more than 14, okay. Because I'm making analysis every day. For instance, acidity, for instance, free sugars, for instance, alcohol. And when I have it, when I think is the right moment, then I decide to start Sandan Shikomi the next day. Okay. なんかあれですね、大体脂肪も10日から14日の期間ですから、日本とほとんど一緒で、ちゃんとその期間中は酸度もアルコール度もちゃんと毎日計測して、で、いいタイミングになったら、仕込みに移すっていうことですから、非常に忠実にその日本の酒の作り方を踏襲しているという、そういう感じですよね。Do you have an analyzer too with you? Yes, well, I have some studies about chemistry, and I can make the analysis myself with, as you can see behind me, there are some things, and I'm making the analysis here, but I also send samples every day to an external laboratory, and I compare both results in order to be sure that my analysis is correct. なるほど。Then I'm making two analyses, one myself, another a laboratory, both. なるほど。OK、thank you。アルコールとかその酸度とかですね、測るために、ご自身でもその科学に関しての検知っていうのが少しあるそうで、そういった自分でのご自身でされる部分と、第三者機関にお願いして、その分析をしてもらって、でそれを合わせて、間違いないかっていうところで照合して、で製品化するっていうような形にされてるみたいです。今見せてもらったその機材とかも本当にもういろいろ寄せ集めといったらちょっとなんか変な言い方になっちゃいますけども、ご自身で本当ゼロから、チャレンジされてるんだなっていうところが見受けられますよね。ね、松崎さん。そうです。すいません。じゃあそろそろちょっと製品の方のご紹介とかもお願いしますかね。そうですね。絞り。そう。アントニオさん、how to squeeze your sake, the last process, in the last process? The last process was when I have the shubo, I make the Sandan Shikomi during 4 days, as you know. And then I start the moromi process in a big tank. Is a tank which is downstairs, which is 1,500 liters. Generally, I'm making about 1,200 liters per batch. And in this, it takes with an external temperature of about 8 degrees, 7 degrees,
And I make fermentation during the minimum is 22 days, maximum 38 days, which was in 2016. If I take too much days, then maybe there is too much alcohol and not sugars, and it's not good. But now I'm waiting till around 30 days, 28, 30, 31, depending on the year. And I tasting, not only making analysis, but I taste the sake. And when I think it's correct, I start pasteurization. まあ、大体仕込みは下の方でやってるそうですけど、7度から8度ぐらいの温度で22日から長い時だと38日ぐらいかけてって言ってましたね。でこちらは分析するんですけど、やっぱりということでしたね。間違いないですかね、皆さん。今ちょっと最後のところ、ちょうど回線の事情か、私のところでは松崎さんが止まってしまってて。最後長い時だと38日っていう結構長めの時もあって、まあ、あんまりやりすぎるとアルコールばっかりになっちゃって、ね、味がなくなっちゃうみたいなこともおっしゃってましたけど。消えちゃってるってことですね。で、まあ自分の日にちもそうですけど、もう舌を信じて、味覚を信じて、酒造りしてますっていうこともおっしゃってました。1500リットルでワンバッチっておっしゃってましたね。何回ぐらい作るんですかね、これ1バッチずつやってらっしゃるんですかね。Okay, how many batches do you usually make in one season? Generally, I make from 2 to 3 batches. At the beginning, I was making just 1. Last year, I made 3. Unfortunately, with pandemics, I had to stop. But this year, I have in mind to make 3 batches too. Okay. Mainly, I make 1 batch, which is my premium sake, the best one, which are the 3 brands, Grand Cru, Cristal, and Noble. And with the other 2, it's a cheap sake like Futsushu, which is sold to restaurants as not a tasty and easy sake. And this is what I'm doing. Okay, thank you. 去年は、コロナもあって、すべてその予定通りにはいかなかったみたいな、ニュアンスだったと思うんですけども、通常、1500リッターの、タンクを3バッチ、3つ作られるそうです、順番に。でそのうちの1つは、今のそのプレミアムとされている名前付きのヌボルっていうのとクリステルと何でしたっけね。ごめんなさい、ちょっと名前忘れましたけど、とにかく3つブランド持ってらっしゃって、そのプレミアムのお酒の方をまずそっちで、ワンバッチの方は作って、で残りの方は、レストランの方に、悪い酒っていうわけじゃないんですけども、普通酒としてどんどんたくさん消費してもらうためのお酒っていうのも並行して作ってらっしゃるということです。What was the name of the 普通酒, the regular sake that you make? Yes, Sugoi. すごい。いや、すごいっていう名前でレストラン向けに今商品も出されていらっしゃいます。Okay, let's talk about your products now. Do you have samples there that you can show us, like the bottles and stuff? Yes. Yeah. Yes. Yeah, you can take to downstairs. In this moment, I have. Unfortunately, in this moment, I have no bottle of Sugoi because it was extinguished some days ago, and I will not have it more till the next couple of months. But all the other I have here, you will see. Yeah, just show us. And also, well, yes, please. Grand Cru and Novo, Cristal. In this moment, I have no. These products, which Peru. これ回線悪いの僕だけですか？回線。今ちょっとなんかあれですね。移動中でなんか少しあれでしたね。ひょっとして今アントニオさん落ちましたかね？なんか移動中で声が
プツプツ途切れたり聞こえなくなったりします。今、写真がちらっと止まっちゃいましたけど、新しくベルモットを開発されたんですよね。ベルモットっていうのを、じゃあ、ちょっと私もそうなんですけど、あまりちょっと馴染みがなかったんで、皆さんなんか酒入りの、そうですよね、リキュールですよね。酒をベースにした薬草を漬け込んだ、チンザノとかマルティーニとか、ああいうタイプの日本酒版のそのベルモットを開発されて作られたのが、ちょっと映ったところで画面がベルモットって、あれでしたっけ、香草とかなんかそういうのをそうです。混ぜて、薬草、アニスとかああいうのいろいろ入れて作るカクテリキュールでかね。ルですすね。なんか割って飲むんですか、ベルモットって。そうですね。基本はワインで作るんで、ワインよりちょっとアルコール低いぐらいだったと思うんですよね。じゃあ、割って飲むわけではないんですね。もちろん割ってもいいと思いますけど、タイプのアルコール飲料ですね。なるほど、戻られてます？今、ここに僕のとこには名前は映ってるんですけど、画面に出てこなくてです。アントニオさん。Yes. Okay, you're here. すみません、ありがとうございます。Okay, I don't know. Some kind of connection was wrong, and you disappeared once. Oh, but you can see me now? Yes, yes. And I think Okay. you were showing the products, the bottles, and we look. I will show it in another way. This, for instance, is Grand Cru. 1 second. Now. So do you sell it only in Spain, or do you ship to yes. European countries? This is the best seller, this one, Grand Cru, because the famous restaurants like Salle de Can Roca and Disfrutar, etc., 3 Michelin star, they use this sake. なるほど。このグランクルっていうのが一番その売れ筋商品で、ミシュランの3つのところにも、卸してらっしゃるそうです。Then it's Nouveau, which is a Muroka Namagenshu, because Grand Cru is Nigori. This is Muroka Namagenshu, and this the one which I made with Gohyaku Mangoku is wonderful, completely different as the one I got from Yamada Nishiki. In my opinion, this, not due to the rice, but due to the method of making, is much better. なるほど。そのヌボルっていうのが山田錦の、室岡生原種で、アントニオさん個人的にはもう一押しの商品みたいなことでおっしゃっております。Yeah. And then, for instance, I have some bottles of Berumoto, which is because this is Berumoto, the red one, Aka Berumoto, and then is the white one, which is Shiroi Berumoto. But in Japan, you are brewing sake, and here mainly the people is brewing wine. Then with the wine, they are making vermouth. Vermouth is herbs, plants, and spices with wine, and then they are making a special beverage, which is Berumoto. Okay. And I made the same using sake instead of wine. Okay, good, good. ベルモットって僕個人的には正直飲んだことないんですけど、スペインではワインと、の、代わりって言うとあれですけど、ベルモットっていうのももちろんずっと白まんま飲まれる親しみのある飲み物として、あるそうで、酒のそのアイデアを、ワインの、その産業というかワインのその業界の中にもこう投入していけるように、酒ベルモットっていうのを開発されたということです。で、赤ベルモット、白ベルモットっていうのがあるみたいなんですけど、カタカナでベルモットって書いてあるのがちょっとラベルがかわいいですよね。Yes, for us, it's an appetizer. As we have such a quantity of tapas, we always to drink, we drink, well, sometimes beer, etc. And sake is not easy. It's only for gourmet people.
but Berumoto is very, very popular. And then this is the idea, to make a popular item, and then they will speak about sake too. And this is the idea, and it's quite tasteful. まあそのタパス食べながらこうビール飲んだりとかっていうのも、当たり前にあって、まあ、お酒っていうのはどうしてもこうまだ特定の人が飲まれるっていう飲み物で、あんまりその状況としては、ね、当たり前に毎日あるようなものではないということなので、まあ、どっちかというと食前酒で、まあ、気軽にとしてそのベルモットっていうのを開発されていると。ちょっと待ってくださいね。これどなたかのその音声がですね、めっちゃ入ってて。はい。I think it's somebody in the middle. Yeah. Yes, in a train station or something. Yeah, I muted him. Okay. So, can you tell us a little bit of like sake drinking culture in general? You mentioned a little bit like sake is only for gourmet people in Spain, but is it like getting more popular and popular? People are starting to know about it. Like, how is the situation now? Well, Europe is a very difficult country for sake because we have beer, wine, champagne, prosecco, cider, so cheap, so tasty, and so available that to start with a new beverage is difficult. Then, if we want to introduce sake directly to the mass consumer, it will be very difficult. Please translate, and then I will follow. Okay. まあ、ヨーロッパやっぱり、まあ、いろいろ今おっしゃってたんですけども、まあ、いろんな飲み物がもう安くて手に入って、しかもまあ美味しいっていう、そういうまあ土壌がもう当たり前に根付いているので、まあ、酒が入っていくっていうのはそうそう簡単ではないということなんですけども、まあ、今まだ現状としては、そういうこうちょっとこう食通の方向けのものっていうような認識もされているというようなことですね。まあ、それをこう少しずついろんな今新しい商品見せてもらいましたけども、少しずつアントニオさんはじめですね、今ヨーロッパでそう活躍されている方たちがマーケットにこういかに酒を投入していくかというところをアイデア絞ってらっしゃるっていう段階だと思います。で、松崎さん、そういう状態ですかね。はい。まあ、最初に申し上げたようになかなかまだその酒自体の認知がね、他のアメリカやアジアに比べると遅れてるっていうところが、まあ、ありますので、やっぱりその日本人が行って作る、まあ、若手のような例もありますけど、まあ、やっぱりフランスやスペイン、イギリスも一部そうですけども、やっぱり現地の人がその先に興味を持って、作り出して、特にその情熱を持ってこう作るっていうところがね、やっぱり非常に今後すごく頼もしいなって思いますよね。そうですよね。So, talking about your sake a little bit more, we have some shops that they sell, your sake in Japan. And do you ship to other countries as well? In Europe, for example? In Japan? In Japan? Yes, in Japan I have two importers. One is a private lady, which is a good friend of mine, Tamami Takano-san, who is importing and selling my sake. But recently, Mr. Tsuneo Kita of a very important company in Japan is importing my sake very often. And there are two possibilities. And regarding other countries, I'm selling my sake in Great Britain, France, Belgium, Italy, United States, Australia, and maybe some other, Andorra and Portugal. But that's all because, well, my cura, we are very young, and then it's not easy. And this is but what, I think it sounds quite a lot, quite a few. 今日本では個人のインポーターの方が仕入れてらっしゃったりとか、北産業さんっていう、他のお酒の時にもちょっと出てきた会社さんなんですけど、そこが仕入れてらっしゃったり、あとオーストラリア、いろんな国出ましたね。イギリス、イタリア、アメリカ、オーストラリア、
ポルトガル、アンドラ、すぐそこの国境の方にある小さい国だと思うんですけど、アンドラとか、その周辺の国も含め、ちょっと遠いところも含めですね、いろいろ今、取り扱いするところが増えているという状況だそうです。すごいと思います。It's good that you're expanding your market, with your sake. That's great. Yeah, and including I'm making brands for some customers. For instance, in Spain, there are some chains of restaurants, very big, for us, very big. I'm meaning maybe 70 or 50 restaurants each. And I'm making sake with their own brand to both, to these people. And this is also very useful because then as they consider these as their own sake, they are selling it, they pressing a lot to their customers to drink sake. And this is very, very, very important. It's a very good way to sell sake. 松崎さん、今のところごめんなさい。僕ちょっといまいちちょっとつかめなかったんですけど。この前ちょっとお話聞いたんですけれども、チェーンのレストランで2つぐらいのチェーンがあって、そこに割とその普通酒、さっきのすごいの、ブランドなんですけど、ちょっとそれぞれの多分ハウス酒みたいな形でプライベートブランドを作って出してて、そこが結構売ってくれるんでいい、なんていうんですかね、酒の広めるのにきっかけになってるっていう、そういうチェーンとかにも、うまいこと入っていってらっしゃるということですよね。なるほど。ちょっとですね、今5時ぐらいなので、皆さんからの質問をチェックしたいなと思うんですけど、ちょっとその時間を今はちょっとさっき絞りのところの説明がちょっと飛んじゃったんで、それを質問してる方がいらっしゃいますんで。わかりました。ちょっと。So, Antonio-san? Yes, please. Yeah. How do you press the sake or squeeze the sake? Oh, I put the moromi in sacks. Then I hang the sacks and I squeeze by hand in order to have the juice, which is my premium sake. I'm making it. I don't press it, but the futushu is pressed in a machine, a wine machine. Also, the sake is in sacks, but then I press. Of course, I have not these machines you have like Yuwota you have in Japan, but well, it runs quite well. なんかやっぱりいい酒、先ほどのグランクリュとかヌボーとか、この辺はいわゆる日本と同じ袋釣りですよね。ぶら下げて、それで垂れてくる雫を集めて取ってますけど、あとのその普通酒クラスっていうのは絞ってるそうなんですけど、ただ絞り機がないんで、ワインのそのなんで使う器具を使ってやってるっていう話でしたね。多分だから最初の1回のところでちらっと映ってたこうなんていうんですかね、プレッシャーっていうか、それを使ってるけど割とうまくいってるという話でした。アントニオさん、can we see the pressing machine? Yes, of course. Yeah, I saw in the first floor or ground floor. Yes, it's this one. That one. It's all made of stainless steel. Is because the wines, the wine machines are made of wood, but this is made of stainless steel because, well, sake is more delicate. This is what I'm using for pressing. And then the other one, are sacks hung from here, from the ceiling. And then I squeeze the sacks by hand. And then in the sack, there is the sake kasu, and the liquid is the liquid from this one. I made the Grand Cru and the Moromi, because by Oribiki, when all the solids are going down, the upper part is Nouveau, and all together is Grand Cru. And then the upper part, but with some active carbon
and pasteurized a couple of times, and so is cristal, is another kind. Always is Jumai, no Honjoso, only Jumai. But Sugoi is just 普通酒. It is a 普通酒 no 普通酒 Sugoi is 普通酒. Sugoi. So, well, this is more when I was studying in how to make sake and especially how to make koji in Obata Shuzo Gakogura in Sado Island. Nakano Sensei, who is for me, well, my great sensei, because I study also in Ehime, in Umenishiki, and in Masumi, and in other kura, but for me, and of course, Hakutsuru. But of course, my main sensei is Nakano Sensei from Obata Shuzo in Sado Island. 日本で Okay, let's stop it here. Explain me to make. いいですよ。 Yes, he explained me how to make cheap and sweet and easy sake, tasty sake. And this is what I'm doing. Of course, this is one of the secrets of my kura. But of course, I'm meaning the rice is not so polished. Then there is quite a lot of alcohol, quite a lot of water, and I work little differently. It's not the same. It's another kind of sake. And then this is a formula which finally is sugoi, and well, it's a success. It's running very well. Okay. アントニオさんは結構日本にも何度か来て酒造りを勉強されてるんですけど、前は梅錦だとかですね、ますみだとかにも行ったんですけど、確か4年ぐらい前、So when you visited学校ぐらいin Manotsu, was that 4 years ago? 4 or 5 years ago? 3 years ago, I think it was 2018, I think, or 17. So yes, someone probably 18, I think. Okay. Someone watched the TV program in Japan. Oh, その時はなんか3年前だそうですけど。Unbelievable. いやいや、You は何しに日本へっていうテレビ番組を取り上げられたんで見られた方もいると思うんですけど、そこのマノツルっていう佐渡にある、学校蔵っていう小さい設備で夏の間だけで作ってるところでも酒造りを勉強して、そこの中野さんっていう杜氏さんが、まあ、メインの先生だとアントニオさんはおっしゃってます。で、結構その普通酒造りなんかもその米をそんなに削らなくてもアルコールを添加してもいいお酒が作れるんだってことを学んで、それが非常にいい経験になったということをおっしゃってますし、まあ、それで作ったすごいも非常にその先ほどの地元の飲食チェーンでもよく売られたりして成功を収めているということでした。Yes. 上野さん、ミュートに。間違えました。はい。日本来られて白鶴とかそういうところでも、いろいろその修行というか、いろんなアイデアいただいてっていうので、いろんなところでね、愛媛も行って、白鶴も、小畑酒造さんもっていうことでしたね。うん、すごいですね。なるほど。あと、そうそう。ちょっとここでちょっといただいた、今いただいてた、チャットにいただいた質問で、今回いろいろ英語で飛び交ってたんですけど、一番最後のやつとかあれかな。So, it's about just one question from a viewer. Yes, please. Yeah. Regarding your maturing process. So, before selling, how long do you mature? Like, is there any period that you're looking at? Well, generally, I sold all my batches in 1 year. Then at the beginning I start to sell very, very quickly. Immediately after pressing and pasteurizing, I sell it very, very quickly. And
the last bottles arrived to September, October, November when I start again with the new batch. Because, believe me, I have no old sake. All my, except last year, 2020, due to the pandemics, it was a real disaster. I couldn't sell because restaurants were closed. But now, for instance, I have no Sugoi, no Cristal. I'm just a few bottles of Grand Cru and bottles of Nouveau. And maximum, I have some Berumoto. That's all. And next year, well, this is the answer. Okay. ご質問いただいてたのが、どれぐらい熟成させてから出すのかっていうので、いろいろそのアイデアがあるのかっていうところだったんですけど、実質も1年以内にもほとんど売り切ってしまうっていうようなスタイルでされているので、そういったところ、その熟成に関しては今のところあんまり、幸運にもというか、売れるっていうのもあって考えてないっていうところですよね。で、実際今もうほとんどサンプルでもうちょっと残ってるぐらいで、もう全部売れちゃって手元にはないっていうことだったんですけど、去年はそのコロナで一時期出せなかったりとか、あったみたいなんですが、それも含めですね、もうその後にどんどん売れたっていうことなんで、それもすごいですよね。そのブランド名じゃなくて、売れていくっていうのもすごいなと思うんですけど、this question is from someone, that's participant. And he or she gave me this interesting question, and I hope you can answer. So he says, so he read your book. I don't know where he did it, but and he got really interested in sake making in Spain. And do you ever want to hire someone from Japan? Like, could you accept me? I mean, not me though. I mean, the person, is it a possibility that someone works for you in Spain there in your little brewery? Yes, well, last year in 2020, in December, January, February, and middle March, I had the help of a lady who helped me to make koji, and who was an expert in making koji and sake. Japanese? And her name is Yumika Yamamoto, and very, very, well, now is a very good friend of mine, and she helped me a lot last year. なるほど、いいですね。Good. このご質問いただいた方、チャンスはありそうなので、ぜひ連絡されたらいいんじゃないかなと思うんです。去年、お手伝いに、雇うって言ってもいろんな形があるので、もうこういうお酒の世界だと、本当お手伝いで入るっていうのから、まずはね、行かれる方多いと思うんですけど、日本人の女性の方が去年手伝ってたみたいですよ。そういうのもあるので、ぜひチャレンジしてみたらいいんじゃないかなと思います。あと何があったかな？ Okay, other questions that might be interesting for viewers and us also. なんかどんな食べ物と合わせたらいいですかっていうのがありましたね。バルセロナで。なるほど。ちょっとおすすめのそういうお料理を。So your sake, if you name one or two Spanish dishes, like, what food goes well with their sake? Just in your opinion or general opinion that people have usually. For instance, with Grand Cru, which is a nigori, but a nigori which is dry, it's not very sweet. Then it goes perfect with tamago, with egg, and with fatty food, for instance, like foie. That foie gras is very good. Then Grand Cru goes well with some stews or things which are umami, with rich and powerful. Cristal and Sugoi is more for plain gastronomy, like, well, if it was sushi or maybe grilled fish or boiled fish, these kind of things. Okay. But really, but now to everybody who is listening to me, sake is good for everything. It's like wine. There is no difference. Sake is one of the best beverages in the world. Be sure of this. It's not necessary to find a special, no.
is wonderful. Okay, thank you. 最後の締めくくりの部分を先に言うと、もう酒、アントニオさんの酒、一般的な酒もいろんなもう料理に合わせやすいっていうのがアントニオさん言ってらっしゃるので、何でも試してみたらいいと思うんですけど、一応そのおすすめとしてはグランクリューっていう濁りの方は、卵料理だったりとか、あとかなりヘビーなもの、フォアグラとかシチューとかおっしゃってたんですけど、そういう味の濃いものにも合いますと。でクリスタルとか普通酒の方すごいとかは、お寿司とかそういうお魚料理とかちょっとライトなものと合わせてみてもいいんじゃないかなっていうふうにおっしゃっておりました。So do you see a bright future of sake in Europe and Spain? Yes, I'm well. From the last 10 years, sake is going up very, very quickly and very, very powerfully. And my personal opinion is that sake has the best increase of any alcoholic beverages in Europe and Spain in the next 25 years. It will be wonderful, the increase of selling sake. And me or the people in Great Britain or France who are brewing sake like me, we are just helping you. We are making the job that Japan can sell millions of bottles to Europe. You will see. 酒造りされて関係者の方にはすごい心強いお話だったかなと思うんですけど、ここ10年、もうすでにお酒伸びてるっていうのと、ここ先、アントニオさん曰くもう25年ぐらいかけて、どんどん伸び続けていくであろうと。で、酒、ヨーロッパで醸造を作られている方っていうのも少しずつ増えてきてるんですけども、日本の酒がもっともっと売れるように、今、アントニオさんたちが土壌を作ってる、そういう段階やというふうにおっしゃっているので、すごい心強いですよね。日本だとなかなか難しい状況っていうのも続いてますので、やっぱりその可能性があるところにどんどん酒蔵の方もですね、目を向けてこれからチャレンジしていっていただきたいなっていうふうには個人的には思う所存でございます。あと質問で先ほどの販売のことも来てますから、また輸入会社のそうですね。そうですね。ちょっと先ほど日本で買えるところっていうので、お話をいただいたんですけども、ちょっと今お見せしながらお話ができればと思います。で、先ほどちょっとアントニオさんの話の中でも出てきたんですけど、北産業さんっていう会社さんが、お酒のキャップとか、そういうお酒のその商品の裏方で活躍されていらっしゃるっていうのが本業の会社さんなんですけど、海外のお酒を日本に輸入をして逆輸入みたいな形ですよね。で販売をされているっていうのがありまして、北産業さんとアントニオさんもご商売されていてですね、そこから買うこともできます。で今、東京の方だと主販角膳さんっていう、酒屋さんと、バーもされてるんですけども、ところで、アントニオさんのお酒も飲めるということですので、主販角膳さん、酒屋さんは池袋にあって、バーは赤羽にあるそうですんで、東京の方、もしよろしければ行っていただいてですね、アントニオさんのお酒飲んでみてください。で、ちょっと時間も伸びてきてますので、聞きたいことはもう山々あるんですけども、なんかじゃあ最後にアントニオさんにメッセージでもいただきましょうか。そうですね。はい。OK、アントニオさん、We are running out of time. Would you show us the water fountain just to end? Maybe you just go out in the and see the water. Yes, with pleasure. And that's gonna be the last part. And also, we would like to hear a message from us. Of course, of course. You can do it in front of the fountain. We can do it with a lot of pleasure. Just 1 second. Thank you. なんか水がですね、さっきこのイベント始まる前に、少しお話したときに、水がすぐそこにあるっていうことをおっしゃっていて、ぜひ見せてくださいなんていうことを言ってたんですけど、ここに移ってお酒作られたのも、今日はちょっと聞けなかったんですけど、このやっぱ水が良かったっていうのが、大きいところだというふうにおっしゃってたので、このピレネーの美味しいお水で、お酒を作るという、なんて贅沢なんでしょうかね。さあ、徒歩で今、30歩ぐらい歩いたでしょうか。
もう着いたようです。Oh, that's the place. Yes. Beautiful. So it's running like all the time, 24 hours, like every day, every time. Yes. We Great. are. This is wonderful, Mitsu. Great. Yeah, looks like it. Yeah, I would love to try it. The straight water drink. Well, you are always welcome here. Please come. Yeah, I wish I could go there, but yeah. 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 Do you have like a short message to the viewers just to wrap up this session? Of course, I have. And my message is that for me, it has been an honor and a real pleasure to be today here with you. And that I am at your disposal for anything you want to ask me. Please contact me if you need any further thing. And I thank you, you and Haruo-san too, for all your courtesy and to give me the opportunity to show my little kura to you. Thank you very much indeed. どうもありがとうございます。でなだ。今日見ていただった方ですね、私たちオーガナイザーにも感謝の気持ちっていうのを今述べられてまして、もし質問とかあれば、ぜひそういうのも送ってくださいっていうのも今おっしゃってたので、今回機会いただけて、よかったですということでした。皆さんも今回このスペインの酒造りのことを少し、知っていただいて、またそれをですね、心のどっかに留めながらお酒いろいろ楽しんでもらえたらと思います。松崎さん、先に、何か今回シリーズ振り返って、そうですね。本当に短い1時間余りの間でしたけれども、各国それぞれに独自の工夫を凝らして、その土地土地に根ざしたその酒造りっていうのにチャレンジしてるっていうのも非常によく分かりましたし、やっぱりいろんな意味でハンディが多くて大変だと思うんですけども、それ以上にその作り手のその情熱とか、ロマンっていうものが非常に感じられたんじゃないかなというふうに思ってますので、とりあえず今回この4回で一旦終わりますけれども、また機会を設けて、皆さんにそういう海外の酒造りを伝えていきたいというふうに私も思ってます。それと、ちょっとあいにくなかなか今自由に外で飲めるような環境ではないですけど、ちょっと一度もうちょっと規制が緩んできたら、東京と上永さんのいる大阪とでそういうリアルなお酒を海外産のお酒を聞くワールドカップをですね、ミニバンでもぜひやりたいと思ってますので、その時には今日いらした皆さんにはご案内をさせていただきますので、お集まりいただきたいというふうに思っております。そうですね、本当にねリアルで次はやりたいですね。ちょっと時間も長引いてまいりましたので、この辺りで締めさせていただきたいと思うんですけども、全4回、お送りしました。いかがだったでしょうか。すべてご覧いただいた方もいらっしゃるかと思います。本当にありがとうございます。で、今日初めてという方もいらっしゃったと思うんですけども、ご視聴いただきましたので、日本文化が、この酒のプロジェクトだったんですけど、日本文化がどうやって海外で受け入れられて、現地でそれぞれ発展していくのかっていうところも含めですね、私たちいろいろ勉強させていただければなと思って進めさせていただいたものでございます。で、いろんな面でそういったところはもうどんどん今後スピードを上げていくのかなっていうふうにも思っています。今日のアントニオさんの話も本当今のそういうところを見ていけたっていうのは僕としても、すごく収穫だったなと思っています。そういうところを皆さんにも感じていただけていれば嬉しいなというところです。で、最後に、今回ご協力いただいた、蔵の方、第4回、カナダから始まって、アメリカ、ニュージーランド、アントニオさんというところで、いろいろ本当ご協力いただいて進めさせていただきました。改めて感謝申し上げます。で、今後もですね、先ほど申し上げましたような活動自体を続けていきますので、またオフライン、オンライン、どこかでお目にかかることできれば嬉しいと思います。リアルのイベントでしたら、一緒にお声掛けいただいて、一緒にぜひ飲みましょう。ということで、夕食にはぜひ日本酒を今日は用意していただきまして、週末、ご家族、ご自身でお過ごしいただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。